おはようございます。たかしです。本日は6月8日水曜日、ただいま8時1分。それではポンド円のトレードポイントを見ていきましょう。まずは日足からです。昨日も強い陽線で上げてきております。本日もまだもう少し上げそうな雰囲気ですけれども、そろそろターゲット到達というところでそこでどうなるかがポイントですね。今この赤いライン、これが週足に引いたトレンドラインなんですが、その付近が 167.8 ぐらいになりますので、もう少しですね、その辺まで上げてきたところでは一旦の反発が起こるのか、そしてそのもう少し上には、ここの最高値ですね、168.4 付近もありますので、ここはフィボナッチリトレースメントの 61.8% でもありますので、この辺付近っていうのは意識されてくると思いますので、一旦の下落が起こるポイントかとは考えます。ただこれ、週足では今ここ、エリオット波動の5波目に当たるんですね。ここが5波。で、調整後の再び上昇というところで、個人的には175円とか180円ぐらいを最終的には目指してくるのかなと考えますが、まずはここの高値を超えることが大前提ですので、ここを超えてこられるかどうかというところがポイントになります。今のところ円安進行でドル円も上昇してますし、ここは超えてくるんだろうとは思いますが、一旦の節目でもありますので、この辺は一旦の調整下落するだろうポイントにもなってくるとは考えます。ただ、ここを上抜けてくるとさらに上昇していくと考えますので、次のターゲットがここですね、先ほど言ってました175円付近、この辺がターゲットになってくると思いますので、その辺を目安にトレードをしていければと考えております。今、MACD はかなり強いですね。ストキャスティクスは高値圏なので、そこは注意が必要です。いつも言ってますが、ストキャスティクスここからデッドクロスしてくると、過去のこのデッドクロスを見てもわかるように、比較的大きく下落する可能性があるんですね。今回は上げ方も汚いので、デッドクロスしてきても、この過去のこの下落と同じように動くとは限りませんけれども、警戒はしておきたいところ。今は高値圏にあることは忘れずにトレードしていきたいところですね。では4時間足です。日足の最高値ここですね。そしてこれが週足に引いたトレンドライン、この赤いライン。そしてフィボナッチリトレースメントの 61.8% の白いラインというところで、この辺がそろそろ意識されてきそうなポイントです。現在はエリオット波動、このオレンジのエリオット波動の3波進行中、その3波の中にフラクタル構造でこの緑のエリオット波動が入っております。で、今この緑のエリオット波動が次4波に入るところが、一旦の調整下落のところと考えてますので、それが4波に入って4波、5波、そこからの修正波、その辺が一体が次オレンジのエリオット波動の4波に入ってくるのかなと考えておりますので、そうなると結構長い期間の調整を挟むことになります。4波に入ると4波っていうのはレンジとか三角持ち合いとか、とにかく方向感のない動きをしますので、そこが4波、そこからの最終5波がどこまで伸びるかにもよりますが、そこから5波が伸びて、それからさらに修正波に入っていくという、おそらく今みたいなこういう一辺倒の上げ方ではなくって上がったり下がったりっていうことを繰り返していきます。それがこの緑のエリオット波動で起こってくるところっていうのが、そろそろ近いのかなという感じもしますので、まだわかりませんけれども、一旦のターゲットとしては 168.4 ぐらい、この辺が4波入りする可能性があるところと見ておいてもいいと思います。現在 GMMA とは乖離しておりますので、この GMMA に戻るような動きをどこかでしてくる可能性もありますし、ストキャスティクスは高値圏にありますので、やはり日足4時間足ともに今からのロングは控えたいところ、どこで下落するかわからないので、一旦の調整の下落を待ってからのロングエントリーっていうのが安全だとは考えてます。ただ、日足を見ててもわかりますようにずっと強い上昇をしておりますので、まだ上げるんだろうと思いますが、やはり一旦 168.4 付近、もしくはここを少し超えたあたりですね。この辺っていうのは一旦の下落の注意が必要ですね。この 168.4 というところを超えたところで、ストップ狩りをして下落をするということも考えられますので、強く上抜けたからといってそこについていくのは危険ですので、一旦の押しを待ってからの上昇を狙っていくのがいいと考えます。では1時間足です。1時間足はこの青の GMMA の帯に沿ってずっと上昇してきたんですが、ここから角度が変わってきております。そしてここからは赤の GMMA の帯に沿って上昇していますね。つまり今までの角度より急になっておりますので、
この角度が急になって上昇した時っていうのが最終の上昇とも考えられますので、その辺は注意が必要ですけれども、基本的にはまだ上げていくと考えますので、まずは一旦168円付近までを考えていきたいところ。今はこの赤い帯に沿って上昇しているんですけれども、ちょっとわかりにくいので、後で15分足でもう少し見ておきたいと思いますが、今1時間足では昨日ここにエリオット波動をイメージしていて、ここからの下落になる可能性を考えたんですけれども、ほとんど下落せずにまた上昇してきております。これはかなり上昇の勢いが強いということを表しておりますので、今はこの、強い上昇のトレンドには逆らわないことが大切ですね。ただやはり1時間足もストキャスティクスは高値圏にありますので、ロングエントリーするなら一旦せめて1時間足のストキャスティクスが安値圏まで下がるところを待ちたいんですが、昨日1日でもほぼほぼ安値圏といってもこの辺付近ですので、チャンスがありませんので、もう少し時間足をとして考えていくのがいいと思います。では15分足ですね。1時間足では赤い GMMA に沿って上昇していた部分がここですね。15分足ではこの青の GMMA と接触しての上昇っていうのがわかります。例えばここですね、青の GMMA に接触して、そしてストキャスティクスがゴールデンクロス。そしてここも同じようにストキャスティクスがちょっと安値圏足りてませんけれども、そこからのゴールデンクロスと接触っていうところを狙っていくのがいいのかなと。まだこれよりも強い、上昇になってくると、まだ5分足とかに落としてエントリーしていけばいいんですけれども、上位足ではストキャスティクスが高値圏にありますので、エントリーの優位性としては下がるんですが、今のこの強い上昇ですと、買い足でエントリーしていく、朝い押しでエントリーするしか方法がないのかなとも考えますので、一旦は168円付近までは15分足とか5分足、こういったところに接触したところで、ストキャスティクスが安値圏からゴールデンクロスするようなタイミングを狙ってしていくのがいいとは考えます。ただこういったところ、GMMA に接触しないでこうやって安値圏からゴールデンクロスしたところでも上昇はしているんですが、ここはちょっとエントリーとしては難しいのかなと思いますので、ストキャスティクスがゴールデンクロス、安値圏からゴールデンクロスしたからといって必ず上がるというわけではありませんので、例えばこの辺なんかもそうですが、ゴールデンクロスはしてるんですが、上げ幅が小さいですよね。ほぼほぼ上がらずにまた下落しているっていうことも起こりますので、ストキャスティクス単体で使うのではなくって、こういった GMMA とかと組み合わせて、この接触したところでの安値圏からゴールデンクロスっていうこういう組み合わせで使っていくのが取りやすいのかなとは考えてます。ので、その辺を参考にしていただければ幸いです。それでは本日はここまでです。今日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。